おはようございます。長野県の小高駅に来ています。今回は北アルプスパノラマ銀座縦走を行います。今日はここからバスに乗って中房温泉の方まで行って、燕岳に登り、パノラマ銀座を縦走して御殿生岳にある大天荘の方まで行こうと思っています。小高駅前のバス停から出発しますが、出発15分前でそうですね、20名ぐらいですかね、並んでいます。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、中房温泉の登山口に到着しました。はい、ここからまずは燕岳の方に登っていきます。はい、じゃあ行ってきます。北アルプスの稜線を巡るパノラマ銀座縦走。燕岳から御殿生岳を経て槍ヶ岳へ向かう表銀座に対し、常念岳、長ヶ岳などの常念山脈を南へたどるのがパノラマ銀座です。その名の通り、槍ヶ岳や穂高連峰を間近に望む素晴らしい眺望が魅力のルート。北アルプスの縦走路の中でも人気の高いコースの一つです。稜線上には山小屋が点在し、難しい岩場や危険箇所も少ないため、北アルプスの縦走に初めて挑戦したい方にもおすすめのルートとなっています。今回の行程は2泊3日、1日の距離は10キロ余り。それほど長い距離ではありませんが、いくつものピークを越えるため、見た目以上に体力を使います。下山は長ヶ岳から三俣登山口へ下ることもできますが、今回は上高地へ下山し、バスと電車を乗り継いで穂高駅へ戻ります。1日目は中房登山口からスタート。まずは北アルプス三大急登の一つ、合戦尾根を登ります。標高差はおよそ1300メートル。稜線上の円山荘に到着したら、花崗岩の白い岩肌が特徴の燕岳を往復します。ここからはいよいよパノラマ銀座の稜線歩き、御殿生岳直下に立つ大天荘を目指します。ほぼ登り基調で3日間の中で最も体力を使う一日です。はい、この道はちょうど1年前に1回登ったことがあります。その時は燕岳でテント泊をしたんですけど、御殿生岳に行く途中まで行きまして、御殿生岳のちょっと手前で折り返してまた戻ってきたということで、はい、今日はそのリベンジじゃないですけど、御殿生岳のところにある大天荘という小屋で宿泊しようと思ってます。ちょっとコースタイム的に結構ギリギリになるかなと思っていて、燕岳に行くか登るかどうするかはちょっと時間を見て決めようかなと思ってます。半袖で登り始めて、初めはちょっと涼しいというか肌寒いぐらいだったんですけど、今はちょうどいい気温になってます。はい、こちらが第一ベンチです。
はい、第2ベンチに到着です。はい、第2ベンチから先はちょっと緩やかな道になりました。はい、ここまでは結構人がいっぱいいたんで、自然とペースも抑えられてゆっくりめに入ってきたんで、はい、休憩なしで歩いています。汗も結構出始めてきました。涼しいは涼しいんですけど、日光が当たるところはやっぱり暑いですね。はい、こちらが第3ベンチです。はい、富士見ベンチに到着です。はい、第3ベンチから富士見ベンチは結構急登の連続で大変でした。はい、富士見ベンチから富士山が見えるということなんですけど、ちょっと雲があって見えなそうです。はい、合戦小屋まであと10分。はい、この前燕岳登った時はもうスイカはやってる時期ではなくてお汁粉を食べたんですけど、今日はおそらくスイカ食べれると思います。はい、合戦小屋に到着です。よっしゃー。お、スイカ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 600円。分別お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあいただきます。甘くてうまい。はい、スイカとても美味しかったです。はい、それではこれから円山荘の方に向かいます。はい、合戦沢の頭です。燕岳までは 2.3 キロ。はい、稜線に出たんですけれども、景色がもう真っ白です。はい、今日はあまりいい景色が望めなさそうですね。中房温泉登り始めの頃は日が出ていて暑かったんですけど、今はもうちょっと霧がかかってる感じで、ちょっと気温もだいぶ下がって涼しくなってきました。お、でもなんか太陽が出てきたぞ。お、あ、ちょっと霧が晴れてきたか。お、あそこの雲の隙間に円山荘が見えました。あそこまで行けば晴れてそうだ。円山荘が間近に見えてきました。燕岳はちょっと霧の中みたいですね。はっきりとは見えません。もう少しだ。この辺りは花がいっぱい咲いてますね。はい、天場が見えてきました。よし、円山荘です。ここら辺は青空が見えてる。おお、見える。すごい。うわ、綺麗だ。お、燕岳も綺麗に見えます。
持ちいい。はい、あちらに見えるのが燕岳です。いいですね。はい、円山荘ちょっと休憩してきます。はい、それではザックをデポして燕岳の方に登りたいと思います。前回来た時はここでテント泊したんですけど、結局燕岳は登らなくて、まだ頂上は埋めてないんですね。はい、今日は天気も良くて頂上からの景色も望めそうですので、はい、燕岳行きたいと思います。往復1時間ぐらいで頂上行って帰ってこれると思うんですけれども、はい、今日はお天正岳までまだまだあるんですが、今のところは時間的にいいペースで来てるんで、燕岳寄っても間に合うと思います。これが噂のイルカ岩でしたっけ。イルカみたいな形の岩です。この辺りは真っ白ですね。花崗岩の岩で、さすが北アルプスの女王と言われるだけはあります。非常に優美な山です。はい、こちらがメガネ岩です。穴が2つメガネのように開いている岩ですね。あそこが頂上かな。はい、燕岳山頂です。はい、燕岳山頂2763メートル。はい、来ました。はい、あちらに見えているのが北燕岳ですけど、ちょっと今日はもうあそこまで行くのはやめておきます。はい、まだまだお天正岳まで先は長いので、はい、円山荘に戻ってきました。はい、水を 500ml 給水しました。それではお天正岳まで向かいたいと思います。前回はこのお天正岳の道の途中まで行って引き返したんで、はい、そこまでの道は大体わかるんですけど、結構最後の上りがきつそうでしたね。いやー、それにしてもいい眺めでもお天正の方は全く見えない。大丈夫かなこれは。はい、これから歩く稜線がくっきり見えています。あそこをずっと行くんですね。しかしお天正はまだ見えないですね。はい、ここは稜線沿いで日を遮るものが何もないんですけど、今は結構霧がかかっていて、そんなに直射日光が当たらないんで涼しくて非常に快適に歩けてます。このぐらいの天気がちょうどいいかもしれないですね。あんまり晴れすぎててもちょっと暑いんで。
おお、突然目の前に姿を現しました。露天商岳です。急に見えたな。おー、なかなかラスボス感がありますね。あれはなんか霧も晴れて日も照ってきたな。ちょっと暑くなってきました。向こう側はちょっと霧が立ち込めてますけど、こっち側は晴れてますね。でこの稜線沿いをずっと登っていって、はい、最後はあそこの激登りですね。あそこ行けばお天正岳。なかなか辛そうだ。大下りの頭から一気に下って一気に登って、また稜線トラバースのところに来ました。なかなかしんどかったと思ってたら、もう周りがガスガスになってしまいましたね。この稜線いいですね。めっちゃ綺麗。はい、前回はおそらくこの辺りまで来て折り返したんだと思います。はい、この岩があるところがなんかちょっと見覚えがあるんで、多分ここまで来たんだと思うんです。お天正への登りが始まりますね。逆に言うと、これを登ってしまえばもうゴールと。これが奇策レリーフというやつですか。はい、そしてここから最後の登りが始まります。お天正岳分岐。槍ヶ岳、こっちの方みたいですね。そしてお天正岳、常念岳がこっちです。はい、大天荘、今日の宿泊地です。はい、大天荘まで500メートルです。でもずっと登りなんで、まだまだきついです。日が照ってきて暑くなったんで、たまらず日陰でちょっと休んでます。あれ、もう200メートルまで来ちゃった。早いな。さっき休憩してたところが300メートルのすぐ下のところで、そこはすぐ過ぎたんですけど、300メートルから200メートルがやたら短いような気がします。いいんですけど。あと100メートルです。でも全然見えないぞ。霧に隠れてるだけかな。見えた。あれが大天荘。今日の宿泊する小屋です。霧が晴れた。はい、大天荘着きました。やったー。槍が見えるのか、見えないか、見えそうで見えない。はい、それでは大天荘の方にチェックインしたいと思います。はい、サバの味噌煮とハンバーグどちらかを選んでいただきます。ハンバーグで。ハンバーグでお願いします。はい、こちらが今日の部屋です。結
構ちゃんと仕切られていていいですね。こんな感じとは思わなかった。はい、コーラ買いました。500円です。あー、うめえ。夕日が見えるかなと思って外を来てみましたけど、もうガスガスです。夕日どころではないですね。はい、お天正岳はまた明日の朝に日の出を見に登りたいと思います。はい、おはようございます。2日目の朝です。今日は日の出を見るためにお天正岳に登ろうかと思ったんですけど、ちょっとそこまでの気力がなくて、この大天荘の前から日の出を見ることにします。おー、すごい、めっちゃ綺麗。朝日本当に綺麗に見えました。で、反対側には槍ヶ岳が非常に綺麗な優美な姿を見せています。はい、朝食です。はい、朝ごはん食べまして、これから2日目出発したいと思います。まずはこの裏にあるお天正岳ですね。これを登りたいと思います。またここに戻ってくるので、ザックはデポしていきます。はい、じゃあ行ってきます。こっちですね、お天正岳頂上方面。2日目はまずお天正岳の山頂に向かいます。標高2922メートルのお天正岳は常年山脈の最高峰。ここから稜線を南へたどり、常年岳を目指します。長槍と呼ばれる岩峰を越え、この日のゴール城ヶ岳ヒュッテへ。稜線上は細かなアップダウンが続き、体力と精神力を試される一日です。はい、お天正岳山頂着きました。いや、すごい360度絶景ですね。はい、あちらには槍ヶ岳、そして昨日歩いてきた稜線ですね。あっちに燕岳があって、この稜線沿いをずっとこう来ました。で、最後ここを登ってお天正岳。今日はこの稜線沿いをずっと歩いていくんだと思います。ちょっとどの山がどれかがパッとはわからないんですが、はい、この山を歩いていきます。まず最初に目指すところは常念岳です。
はい、こちらですね、常念岳。いやー、この槍穂高連峰を横目に歩けるのがこのパノラマ銀座の醍醐味ですね。はい、常念岳が見えてきました。あれですね、今ちょっと雲がかかりそうですけど、はい、この稜線をずっと行ってあそこ常念岳までまずは行きます。はい、あそこからずっと稜線を下ってきまして、はい、これから常念岳方面への登りが始まります。はい、あちらの方は町が見えてますね。あれはどこの町でしょうか。はい、ここは東天井岳というそうです。この稜線めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、常念岳が目の前に姿を見せました。上の方はガスで隠れてますけど、はい、そして下に見えるのが常念小屋ですね。ここから一回下まで降りてで登り返すと、結構大変そうですね、ここは。意外に常念小屋が遠い。あんな近くに見えてたんだけど。よし、出てきました。はい、常念小屋です。こちらがテント間ですね。常念岳に登る前に常念小屋の方でちょっと休憩していこうと思います。はい、友達に頼まれていた百名山のバッジとコーラを買いました。常念小屋でしっかり休憩しました。それでは常念岳の方登っていきます。はい、大丈夫です。はい、初めて見ました。ライチョウ、あれライチョウですよね。はい、まだまだ先は長い。もうあんまり上を見ないようにして目の前を一歩ずつ歩いていくと、それだけに集中していきます。もう半分ぐらい登ってきたかな。上がまだ見えないけど、今地図見たら、半分は過ぎてるんですけど、まだまだありますね、頂上まで。はい、いやー気持ちいいんだけどしんどい。ヘリが飛んでますけど、そうなんでしょうかね。こっちの方来たぞ。
こ行くのか。常念岳の頂上が見えてきました。ようやく姿を見せましたね。分岐がありました。ここは常念岳8合目ですね。そしてこちらに行くと三俣登山口。はい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 。そして常念岳8合目なんであと少しです。そろそろ頂上か。ここが頂上ですか。ぐっと飛ぶね。あれか、あれだ。よし、あった。常念岳山頂標高2857メートル。よし、着いた。はい、では続いて長ヶ岳の方に向かいたいと思います。はい、今日は長ヶ岳ヒュッテで宿泊する予定です。はい、ここからまた激下りですね。これなかなかの常念岳、上りも下りもかなりの急登です。これをずっと行くんですかね。ちょっと先が見えないですけど、いやなかなかのもんです。はい、常念岳からずっと下ってきまして、もうそろそろ次の上りに入りそうなんですが、でも先が全く見えないです。多分あの辺に長槍が見えてるはずなんですけど、かすっててどこにあるのか分かんないですね。はい、またライチョウがいました。全然逃げないですね。ここから樹林帯の中に入っていくようです。ずっと今まで稜線沿いで開けたところだったんですけど、ここからは森の中です。はい、今日のゴールの長ヶ岳ヒュッテの方はあと2時間半から3時間ぐらいかかるでしょうか。樹林帯から出て開けたところに来ましたけども、全く景色が見えないですね。ここから長槍への登りが始まります。はい、この登りを越えればもう長ヶ岳ヒュッテまではもうすぐということですかね。お、見えた。あれか、あれが長槍。そしてこの稜線をずっと行くと長ヶ岳ですかね。お、見えた。ようやく姿を現しましたね。よし、ここが長槍。はい、2661メートル着きました。やった。はい、ガスってるけどいい景色。あとは長ヶ岳までだいたい1時間ぐらいですかね。おー、ようやく来た。ようやく
もうここまで来ればまた少しです。さっきまでのきつい岩場は何だったんだというぐらい非常に歩きやすくて平坦な道が続いています。それにしても長ヶ岳が全くどこにあるのか分からないんですね。はい、分岐地点です。こちらに降りていくと横の方ですね。で、長ヶ岳はどれだ、あの辺かな。ヒュッテはまだですが全然見えないぞ。またあれを登っていかないといけないのか。まだまだやな。あ、でもあそこになんか見えるぞ。あれかな、あれっぽいな。よし、見えた。あれだ。よし、これを登れば今日のゴールです。下から見えてたのはこの鉄の棒ですけども、はい、その向こうにありました長ヶ岳ヒュッテです。ようやく着いた。はい、長ヶ岳ヒュッテ着きました。やった。2日目も無事終わりました。こちらです。はい、夕食です。夕日を見に外に出てみたんですけど、今日は無理そうですね、夕日を見るのは。さっきまで雨がかなり強く降ってたんですけど、今は止んでいます。歩いてる最中に降らなくて本当に良かったです。はい、おはようございます。3日目の朝です。はい、今日は日の出が見えるでしょうか。そこに見えてるのは富士山ですね。はい、それでは3日目出発します。まずは長ヶ岳の方に登った後、草は登山口の方に下山します。はい、じゃあ行ってきます。この景色も今日で見納めですね。3日目は長ヶ岳の山頂を経て上高地へ下山します。稜線から樹林帯へ入り、
長壁山を越えて徳沢へ。徳沢からはほぼ平坦な遊歩道を歩き、上高地バスターミナルへ向かいます。下り基調となるため、3日間の中では比較的歩きやすい一日です。はい、城ヶ岳山頂です。フィってからは5分もかからず到着しました。常念岳めちゃくちゃ近くに見えますね。あそこの稜線を降りてこう登ってまた来るのめちゃくちゃ大変だったんですけど、こう見るとすぐ近くに見えます。はい、そして槍穂高連峰、これももう間近に見えますね。すごい。いや、下山するのがもったいないです。はい、徳沢方面出てきました。よし、行きますか。朝露で両サイドの木々が濡れてて、ちょっと服が濡れますね。今は樹林帯の中を歩いています。もうここから先はずっとこんな感じなんでしょうか。もう雄大な景色を眺めることはできないのかもしれません。長壁山だそうです。で、上高地まで 4.4 キロ。特に景色がずっと変わらないのでちょっと飽きてきました。なかなか長いですね、徳沢まで。はい、徳沢まであと1キロになりました。ようやく降りてきましたね。あそこに赤い屋根の建物が見えてきました。あれが徳沢の登山口でしょうか。もうすぐですね。降りてきました。すごいなんかリゾート感満載のところに降りてきました。ノースフェイスのドーム型テント。ここが徳沢登山口です。やったー、降りてきた。しかも穂高の山々がめっちゃ綺麗に見えますね。すげえ。うわ、気持ちいい。はい、なんか上高地って感じの場所ですね。うわ、すごいなこれ。飲み物。はい、徳沢から今日のゴールの上高地のバス停までまだ6キロぐらいあるんですけども、こんな感じの平坦で歩きやすい道がずっと続いているので、もうあとは楽勝です。はい、上高地本当に来るのはだいぶ久々で、おそらく多分高校1年生の時の、その林間宿舎みたいなのがあったんですけど、その時以来じゃないかなと思いますが、全然記憶にないので、ほぼ初めてと言ってもいいと思います。すごいリゾート感満載でめちゃめちゃいいところですね。もう山登りとか関係なく旅行に来たいところです。
冷たい。こちらに行くと穂高神社の奥宮があるようです。穂高駅前に穂高神社ありましたけど、それの奥宮ですね。この道も涼しくて気持ちいいんですけれども、なかなか長い。登山客は半分もいかないぐらいで、あとはほとんどは観光客というか軽装の方々が多いですね。こなしの湯ということで日帰り入浴ができるお風呂があったんですけど、14時からですね。残念。ここでちょっと汗を流したいなと思ったんですけど、はい、そしてかっぱ橋までが 0.4 キロ。はい、来ました。これが噂のかっぱ橋ですか。上高地といえばこの橋が有名ですね。いや30年前に来たことあると思うんですが全く覚えてないな。うわ、それにしても人が多い。これか、この景色か。うわ、すごい。はい、バスターミナルが見えてきました。ここで終わりかな。今回の北アルプスパノラマ銀座縦走の旅終わりました。やったー、ゴールしました。疲れた。上高地からバスに乗って松本まで行く予定だったんですけど、14時40分のバスを予約してたんですが、だいぶ時間が余りそうなので12時5分発のバスに変更してもらいました。あと15分ぐらいで発車です。この列車は松本行きです。なお、車両とホームの間に番付や隙間がございますので。松本駅に到着です。JR に乗り換えて穂高駅に向かいます。今回の北アルプスパノラマ銀座縦走の旅いかがだったでしょうか。燕岳、保天正岳、常念岳、長ヶ岳と常念山脈の山々を縦走して上高地の方に下山しました。3日間それぞれの日が10キロちょいぐらいと、それほど無理のない距離で計画を立てました。今回は天候にも恵まれて非常に雄大な景色を横目に気持ちよく散歩することができました。一日も雨に降られなかったのは非常に幸運だったと思います。もう下に降りてきてから本当に暑くて、もう家に帰るのが嫌なんですけれども、ここから5時間ぐらいかけて大阪の方に戻ります。はい、ということで北アルプスパノラマ銀座縦走の旅はこれで終了です。はい、お疲れさんでした。